今日はナスの煮浸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスの煮浸しを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、基本のナスの煮浸しのレシピをご紹介していきます。今回はね、シンプルにナスだけの煮浸しなんですけれども、油はですね、たったの大さじ1杯しか使わないので、とてもさっぱりとした美味しい仕上がりになります。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、小ネギ、お水、お醤油、みりん、お砂糖、だしの素、ごま油、おろし生姜。今回はこちらの材料で作っていきます。まずナスですね。今回は3本使っていきます。グラムで言うとまだ切らない状態で約 350g のナスを使っていきます。こちらは目安にしてみてください。そして今回はだしの素を使ってだし汁を作ります。そして生姜はですね、手軽なチューブタイプのすりおろし生姜を使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにナスを切ります。ナスのね、ヘタを切り落としましょう。そしてまずね、半分に切ってください。縦半分ですね。はい、このように切ります。そうしましたら続いて、こちらのナスを2等分にしていきます。こちらは2等分から3等分ぐらいでお好みの幅で切ってください。切ったらですね、こちら皮の表面に切れ込みを入れます。斜めに浅く切れ込みを入れてください。このように切れ込みを入れます。ナスの表面にね、切れ込みを入れていただくことで火の通りが良くなります。そしたら残りも同じように切れ込みを入れていきます。はい、OK です。切り終わったらですね、水の入ったボウルに入れてアク抜きをします。さらにこのようにね、水に浸していただくことで変色をね、防ぐことができます。このままね、置いておきましょう。それでは残りのナスも同じように切っていきます。はい、OK です。このように切って水に浸します。だいたい5分ほどですね、アク抜きをしてください。それではですね、ナスのアク抜きをしている間にトッピングの小ネギを切っていきます。まずはじめに根元を切り落としてください。そして半分に切ります。あとは切り口を揃えて輪切りにしましょう。はい、OK です。5分経ちました。それでは一度水を切ってください。はい。で、水切りしたらですね、ナスの水分をしっかり拭き取っていきます。しっかりね、水分を拭き取らないときちんと熱が入らなかったり、あとはね、変色しやすくなるので、必ずナスの水分をしっかりと拭き取ってください。そしてキッチンペーパーをかぶせてしっかりと水分を拭き取ります。はい、このように拭き取ってください。そしたらですね、先ほどのボウルの水分をしっかり拭き取ってナスを戻し入れます。はい、そして戻し入れたらここにごま油を回しかけてください。焼く前にですね、ナス全体にごま油をコーティングしておくと火の通りが良くなるのと、あとは変色も防ぐことができます。これでしっかりね、ナス全体に油を回しましょう。今回ね、ごま油を使ってますが、こちらはお好みの油を使っていただいて大丈夫です。ごま油を使うとね、風味も出るのでおすすめです。はい、このようにナス全体にしっかりと油をコーティングさせてください。ナスの準備はこれで OK です。それでは続いて煮浸しの汁を作っていきます。まず器にお醤油、そしてみりん、お砂糖、だしの素、そしておろし生姜を加えます。これでよく混ぜましょう。お砂糖のシャリッという感じがなくなるまできちんと混ぜてください。お水はね、後から加えていきます。お砂糖がきちんと溶けたらお水を加えてください。そして混ぜます。ここで軽く味見をしてお好みの味の濃さに調整してみてください。煮浸しのタレはこれで OK です。それではフライパンでナスを焼いていきます。まずナスのね、皮面を下にしてフライパンに並べてください。はい、OK です。そしたら火にかけます。火加減弱めの中火です。このままだいたい2分ほどまず焼いていきます。
はい、今ねだいたい2分ほど焼きました。そしたら裏返します。よいしょ。焼き色が少しつくかつかないかぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。あとはね、片面も同じように弱めの中火ぐらいでだいたい2分ほど焼いていきます。はい、今ねだいたい2分ほど経ちました。裏返してみて、このぐらいですね、焼き色がついてれば OK です。そうしましたらですね、こちらのタレを入れていきます。回しかけてください。そしたらですね、一度沸騰させてください。火加減は中火ぐらいで OK です。時折このようにスプーンでね、煮汁をかけてあげてください。このように全体がクツクツ沸騰したら火加減は弱火にします。そうしましたらだいたいこのまま5分ほど煮ていきます。あとは時折このように裏返して煮詰めてください。そうするとね、全体にしっかりと味が馴染んできます。このぐらいね、クツクツ状態をキープしながら煮ていきます。はい、5分経ちました。このように美味しそうに仕上がってます。ではね、一度こちらのナスをしっかりと冷ましたいと思います。そしたらですね、こういった容器を用意してください。バットなどでも OK です。ここにナスを入れます。そして汁も入れてください。入れたらですね、こういったバットにお水を張って容器を置きます。そして周りに氷を入れて氷水で冷ましていきます。一度ね、きちんと冷ましていただくことで味がしっかりとナスに馴染みます。もしね、この作業が面倒な場合はフライパンに入れたまま冷ましていただいても大丈夫です。こうやってね、氷水で冷ましていただくと早くね、冷ますことができます。それではこのまましっかりと冷まします。はい、ナスが冷えました。今だいたい 2,30 分ですね、冷やしてます。このようにね、しっかり熱が取れれば OK です。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでナスの煮浸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。最後はお好みで小ネギをたっぷりかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではいただきます。中までしっかり味が染み込んですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスの煮浸しのポイントです。まず今回ナスは3本使ってます。グラムで言うと約 350g なので、こちらの本数はナスの大きさに合わせて調整していただけたらと思います。そしてナスを切る時なんですが、まずヘタを切り落として、その後縦半分に切って、あとは食べやすい大きさに切ってください。そして切ったらですね、表面に浅く切れ込みを入れます。そうすることで火の通りが良くなるのと、あとは味も馴染みやすくて、さらに歯切れも良くなります。そして切り終わったナスは水に5分ほどさらしてアクを抜いてください。水にさらしていただくことで変色も防ぐことができます。そしてアク抜きが終わったらしっかり水分を拭き取って、その後油を全体によく絡めてください。そうすることでナスの変色を防ぐことができて、さらに火の通りも良くなります。ここでナスの水分が残っていると油跳ねしやすかったり、あとは変色の原因になってしまいます。なので必ずしっかり水分を拭き取ってから油をコーティングしてください。今回ごま油を使ってるんですが、こちらはお好みの油を使っていただいて大丈夫です。そして焼く時のポイントなんですが、焼く時は皮を下にして焼き始めてください。最初に皮を焼いていただくことで変色を防ぐことができます。そして両面焼き終わったら作っておいたタレを入れて、その後一度沸騰させてから5分ほど煮てください。そして出来上がったら一度しっかりと冷ましてください。そうすることで中までしっかりと味が染み込みます。冷ます時なんですが、今回私はバットに入れ替えて、そしてバットごと氷水に当てながら冷ましてます。この冷まし方に関しましては、バットに移すのが面倒な場合はフライパンに入れたまま冷ましていただいても大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスの煮浸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。